皆さんこんにちは。たまらないテレビのたまらです。なんと、たまらないテレビのチャンネル登録者の皆さんが100名様になりました。最初はどうなるもんかって思ったんですけれども、なんか100名様に認められた気がしてすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。もっと頑張っていい映像で恩返ししたいと思っています。何卒よろしくお願いします。というわけで、今日は100スペシャルでございます。韓国にある100に関したことわざとか伝説などをお聞かせいたします。それと韓国で100日、だから子供が生まれて100日になると記念して食べるペクソギっていう餅があるんです。そのペクソギも作って食べてみます。100はですね、韓国で言うと100と白、だから白いという漢字と同じ漢字なんです。ペクと言います。それと漢字ではペクなんですけれども、純粋な韓国語で言うと音になります。はい。それでその音っていうのは100も現れてますけれども、すべてを現れてます。それで온갖、온누리、온세상みたいなそういう単語が100から出たものなんです。韓国の建国神話を見るとですね、神様の息子さんでいらっしゃる화농様が韓半島にいらっしゃっていろんなことをなさったんですけれども、ある日화농様に虎と熊が人間になりたいとやってきました。それで화농様は火が当たらない洞窟の中でこのヨモギとニンニクだけを食べて100日間過ごすと人間になれるっておっしゃったんです。それで二人はすぐ洞窟に入ってヨモギとニンニクだけを食べて過ごしたんですけれども、短金の虎はですね、もう我慢できずに逃げたんですね。ですけれども、熊はずっと頑張って食べて結局、運女という美女になりました。それで화농様はその運女と結婚して단군왕검を産みました。その단군왕검が朝鮮を建国したものです。あれ？朝鮮というと、1392年に태조が建国なさったその朝鮮ってなるかもしれないんですけれども、じゃないんです。朝鮮の時期が2回ありました。その一つが、この韓半島で最初の国である朝鮮です。ただ、태조があの朝鮮からこの朝鮮までずっと同じ民族だっていうことで、同じ国だっていうことで、はい、名前を一緒にしたものです。でも歴史を勉強するには混乱がありますね。ですので、昔の朝鮮っていうことで、古いをつけて、高朝鮮と言います。だから、古い朝鮮と朝鮮、その二つに言い分けました。韓国ではですね、伝説の妖怪の中で、組代っていうものがあります。9つの尻尾を持った狐っていうことなんですね。この組代はですね、人間に変装して、誘惑をして、その人間の肝臓を食べる、そういう妖怪です。ただ、ここではまた伝説がありまして、この組代は、人間の肝臓を100個食べると人間になれる。そのために食べるんだっていうのがあって、またもう一つの説は、人間と結婚して100日間正体がバレなかったら人間になれるっていう説があります。でも大体はですね、99日目にバレちゃうんですね。それで、惜しい !1 日だけ知らなかったら、私は人間になれたのに、みたいな。また肝臓も同じく、肝臓99個目食べて、結局ダメになって人間になれなかったですっていう、そういう伝説がいっぱいあります。韓国ではですね、子供が生まれて100日になると記念をしてくれるんですけれども、それを100일と言います。100日っていうことなんですけれども、なんで記念をするかというと、昔の場合は病気になりやすい。
また赤ん坊の時に亡くなる子が多かったんですね。ですので、100日経ったら一安心っていうことで、よかったね、100日間頑張ったね、じゃあもう生き延びれるね、みたいな、そういう記念として、韓国のドラマ、トケビにも出ましたよね。삼신할매。はい。その삼신할매に、子供をくださってありがとうございますっていうのもありますし、またこの子が健康に生きられますようにっていうことで願いことをするんですね。ですので、白いご飯とまたわかめスープ捧げるんです。それで100일の時にはその백설기を作って村人に100人に配ります。もう今の時代は100歳人生じゃないですか。ですので100日記念あんまりやらないんですけれども、簡単に、はい、もう写真だけ、はい、家族で写真だけ撮って、100日記念おめでとうみたいな。韓国のことわざで100が入ってるものはですね、적을 알고 나를 알면 백전백승이다。つまり、敵を分かって自分を分かると100回戦っても100回全部勝つっていうことなんですね。백문이 불여일견っていうものがありまして、100回聞くよりも1回見た方がより分かりやすいっていうことですね。사위는 백년 손님이다っていうことがありまして、사위がお婿さんですね。はい。婿さんは100年経ってもお客さんだっていう。だから、お婿さんは100年経ってもなんか気まずいっていうか、絡みづらいっていうか、はい。お客さんみたいな存在だっていうことです。열이면 열、100이면100っていうこともありまして、10回やったら10回、100回やったら100回、全部それだっていうことで。今で言うと 100% のことを열이면 열、100이면 100って言います。100번 양보해서っていうこともありますね。だから、100歩譲って感じですね。백년가약ということもありまして、それは結婚のことですね。100年の約束。50歩100歩っていうこともあります。50歩100歩っていうことで、まあ50歩歩いたって100歩歩いたってそこがそこだっていうことですね。백발백중。100発撃つと100発全部的を貫通するってことです。お米の粉をふるいにかけたらこういう風に雪みたく細かくなります。綺麗ですね。
それでは、いただきます。これは、もち米じゃなくて、うるち米を使ったものなんですので、見た目は結構粗いんですけれども、噛めば噛むほどしっとり感が出て、甘みも出て美味しいんです。美味しいです。もともと、この小豆を乗せるっていうことはあんまりやらないですね。うん。本当は、本当に真っ白なまんまなんですよ。もともとはですね。ただ今日は100スペシャルなんですので、ちょっと記念したくて100を入れました。ごちそうさまでした。はい。ということで今日の映像はここまでにします。まだチャンネル登録のしてない方はチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンも押してください。それでは次回も、とばよー。